こんにちは。お元気ですか？今日は8月25日の火曜日ですね。この動画をアップするのも1週間ぶりぐらいですかね。本当はね、土日にあげようと思ってたんですけどもね、一回喋って編集までしたんですけども、やっぱりボツにしたんですね。せっかく作ったんですけど。ちょっとメンタル的な体調が微妙で、喋ってる内容もこ若干内容的にタブー的な内容が含まれちゃったような気がするんで、あげちゃおうかなとは思ったんですけども、ちょっとあんま良くないかもと思ってやめました。やっぱね、脳みそが元気だとね、ちゃんとそういうタブーだったり若干センシティブだったりとか、そういう内容はね、自然に避けて喋ることができると思うんですけども、ちょっとメンタルが若干落ち込んでて、脳みそがうまく機能してない時はね、ちょっと変なことも喋っちゃうこともあるんでね、そういう時はアップしなくてもいいかな、無理にね、週2回っていうのを無理に守んなくてもいいかなっていうふうに思いました。別にね、そんなにすげえ体調が悪いとかメンタルが調子が悪いっていうわけじゃなくてね、もしかしたら季節的にも夏っていうのもあって、少しなんていうのかな、体調を崩しやすい時なのかもなーなんて思ったりしました。ちょっと午前中にちょっと仕事をするとすっごい疲れちゃったりとかして、あと脳みそがうまく働かなかったりとかして、でもちょっとやらなきゃなーなんて思って、ちょっと無理に頑張って進めたりとかしたら、ちょっと最初のなんていうんだろう、チェックというかね、やる前の見直しというか確認みたいのがちょっと甘くなっちゃって、それで1時間くらい仕事をした後に、ダメだこれみたいなのにちょっと気がついちゃって、せっかく1時間仕事した内容もちょっとやり直しというかね、全部ボツにしちゃったりとかね、そういう無駄なことをしちゃったりとかしてたんで、ちょっとね、もういいや、のんびりでみたいな感じで、ちょっとゴローンと、マイペースでここ数日も過ごしてましたね。ちょっとメンタルの調子が微妙な時って、なんていうのかな、もう決まりきってるルーチンの作業とかだったらできるんですけれども、脳みそとかをすごい使って、新しく自分で想像していくような作業というかね、仕事とか、そういうのがね、ちょっとね、難しいんですよね。だから本当にもう決まったルーチンの仕事だったら、もう正直作業なので、そういうのはできるけど、言うなればクリエイティブな部分がちょっと脳みそを使ったりとかするのでできないっていうね、そういうのがあるので、ちょっとね、そこは結構困っちゃうなっていうふうに思ったりとかしましたね。なのでね、逆に今できることをすればいいかなっていうふうに思ったりとかしました。この体を動かしているその内容が直接今すぐ来月の収入になるというものでなくても、なんていうのかな、この後々これは知っておかなきゃならないとかね、これはある程度、なんていうのかな、これは丸なのか×なのかっていうのをちょっと体験してチェックしとかなければならないとかね、あんま脳みそを使わずに、でも確認とかね、なんとなくなんていうのかな、あんまぼーっと調べるとかね、そうそう、そういうものなのねとかこれはこうだからこうなんですねっていうような簡単な情報だったら単純にね、インプットとかできるので、直接的来月の収入になんなくても、そういうまったり期間でいいかなっていうふうに思ったりして、マイペースでね、ここ数日生きたりしてましたね。アプリで漫画読んだりとか、小説読んだりとか、そういうのがすごく気分転換というかね、それメインに生きようぐらいな感じなんで、仕事量が少ないんでね、でも
別に人間絶対に働いてなきゃいけない、働いてなきゃ生きてはいけないなんていうルールなんてあるわけがないので、またちょっとお休み期間になってもいいぐらいの勢いでマイペースでのんびり過ごしてますね。よくね、働かざる者食うべからずなんていうね言葉が誰でも聞いたことあると思うんですけど、これもともとは何かな、儒教か何かから来てるとかかな、ちょっと分かんないですけど、全然違ったらごめんなさい、分かんないですけど、あれってね、私ね若い頃までは当然だよねみたいな感じで信じてたんですけど、あれ今になるとね、あれは嘘だなっていうふうに思いますね。そうそう、働くという部分の定義が働くとは何だっていうその定義、どこまでが働くのかとかね、そういうのによってちょっと違ってくるかと思うんですけども、人にはねいろんな役割があると思うので、働かなくても食える人、食ってもいいとか悪いとかジャッジすること自体がおかしいんですけども、そういう人もいるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ちょっと話はずれるんですけども、それに若干近い、でも、ちょっと誤解がないようになるべく言おうと思うんですけども、ずっと前の動画でも私ちらっと話したことがあるんですけども、例えば会社という組織の中でいろんな人が働いて仕事をしてるわけですけれども、一つの例としてね、会社を今例に出してるんですけれども、そこでね分かりやすく仕事に成果を出す人とか、例えばもう営業とかだったらね、この案件仕事を取ってくるとかね、その競合とかがたくさんいる中でこの仕事を取ってくるとかね、そういう分かりやすい、明らかにその会社にとってこの数字につながる働きとかね、そういうのを見せる人っていうのは分かりやすく会社にとっても有益な仕事をしてるし、この成績という数字でも示せるし、すごく分かりやすく優秀だし、尊敬に値する人だと思うんですね。で、そういう人はそういう人で、もちろんこの影の努力とか大変な部分とかね、いろいろあるとは思うんですけれども、なんていうのかな、そういう分かりやすく仕事ができる人、営業とかじゃなくても事務の仕事とかでね、すごく正確に何かをやって全て管理ができて、もうその人に聞けば何でも分かるし、その人に相談すればすごくとても正確な答えを導き出してくれるとかね、そういう優秀な人もいて、いろんなタイプの人がいるんですけれども、私会社で生活しててね、ちょっとこの人私内心こっそり尊敬してるんだけどなっていうタイプの人がいたんですよね。で、その人っていうのはなんていうか、平たく言っちゃえば仕事はね若干できないんですよ。今言った基準で言うと、容量がいいわけでもなし、理解力が高いわけでもなし、そういう感じではないんですけれども、なんていうのかな、でもきちんと真面目に仕事はするし、特に性格的になんていうのかな、人に不快を与えるようなこともなければ、なんていうのかな、すごく、でも別に特にね優秀というわけではないんですよね。ちょっと抜けてるようなとこがあるくらいで、そうすると一般的にこの人は仕事ができる方ですか、そうじゃないですかっていうと、こう言っちゃあれなんですけども、その物差しで考えるなら真ん中よりちょっと下の人だと思うんですね。でもその人が何がすごいって思ったのかっていうと、その人がいると周りの人のパフォーマンスが上がるんですよね。それってでも気づいてない人が多いと思うんです。っていうかほとんどそのことに気づいてないんじゃないかなと思うんですけども、例えばその人がいるとその周りで関わりを持っ
って働いている営業さんの成績が多分上がってると思います。これはね、いやそんなん分かんねえじゃんっていうことなんですけど、私が勝手な個人的な見解で言ってるのであれなんですけども、なんていうのかな、その人は人のエネルギーを奪わないタイプの人なんですよ。でどっちかっていうと、その人がいると存在があるだけでちょっとホッとする部分が生まれてるんですよ。でこう自覚してこの人がいるとホッとするなって分かりやすいほどじゃないんですよ。でも多分その人がいるとなんとなくこのなんていうのかな、踊り場的な感じ、役割もあるし、雰囲気的になんかこうちょっとね、なんかそういう人が全体のバランス的に一人とか、まあ一人っていうか一人じゃなくても1割とかねこういるとすごくこう潤滑油にもなるし、でその人が別にサボってるタイプじゃなくて根は真面目で頑張ってるけれどもちょっと容量が悪くてとかね、そういう感じなんですけども、決して人の邪魔をしてるわけでもなく周りの人を助けようとしてくれてるし、だからね周りの人もねその人のことをちょっと容量が悪いから助けてあげようとしちゃってるんですよね。でも別にその人はその人で頑張ろうとしてるから、他の人がこう迷惑を被ってるとかそういうレベルじゃ全然ないんですよ。だからなんていうのかな、その人は人のエネルギーを奪わないし、なんだったら他の人が何らかでちょっとエネルギーが減っちゃった時にその人がね無意識に補充してるんですよね。本当分かりやすく親切にしてるとかそういうんじゃないんですよ。その人が無意識に存在として補充できちゃうんですね。性格もいいからなんか大丈夫ですかとかそういうのも特に気兼ねなく言えちゃうところもあるような、そういう性格のいい部分もあるんですけれども、だからね、なんていうのかな、それってある程度、天然というかね、生まれ持ったものもあるし、でも天然だけじゃなくて多分ね、本人が今までこう生きてきた中でその人はその人なりの失敗もしつつ思いやりとかも生まれ、だからって分かりやすく人にねこう親切に思いやりみたいのを表現するわけではないんですけども、そういうのがなんかねにじみ出るんですよね。だからその人が特別何かをしたっていうわけじゃないんですけど、その人はね多分ねその大体その人が所属してるチームとかね、そういうところの他の人のパフォーマンスを上げてるなっていうのをね感じたりしたことがあったんですよね。だからその人のことを私は結構内心こっそり尊敬してたっていうのはありますね。立場的には、私の方がいろいろなんか質問されたり聞かれたりとかして私が教えてあげたりとか助けてあげたりっていう立場上のことはそうだったんですけども、その人っていうね存在のあり方が存在できたというかね、だからなんていうのかな、もうねその人はねそういうあり方で佇んでいるだけで、なんていうのかな、もう給料をもらう価値は十二分にあるというかねだからそれが別にここで言う働かないっていうことで言ってるわけじゃないんですけれども、なんていうのかな、その人の存在価値というかね、別に人に何か有益なことをしたから価値があるなしとかそういうんじゃないんですけども、ただその人の価値はすごいなっていうふうに思ったっていう話なんですけれども、だからねそれを考えるとすごいこう原始時代とかね狩猟時代とかの太古のね旧石器時代とかそういう時でも分かりやすく体が強くて足が速くてリーダーシップがあってとかね、獣を取ってくるとかね、そういう人以外にも、あとはすごくこうその中でもこうちょっとこう頭脳的に頭が良くてとかね、そういうんじゃなくてもなんかこの人間って
こう一匹では生きていけない生物じゃないですか。こう生物的な強さで言ったら獣より一人で立ち向かったら負けるくらいの強さじゃないですか、弱さじゃないですか。でもこう集団になることによってこの生物の中の頂点に立ってるわけで、だから私たちは集団で強ければというか機能すればいいわけじゃないですか。なので一人で腕っぷしだけ強くても別にライオンには負けるだろうし、1対1だったら。そういう意味ではこう集団でその集団をうまくいい状態に持っていける人というのがこう強いというかね、この人類の中では有益な人間なわけで、だからいろんなタイプがいてもいいんだろうなっていうのを思ってるっていう、そんだけの話それが別にね働かなくていいとかね、そこに極端に通じるわけじゃないんですけれども、なんていうのかな、評価されてなかったり気づかれてなかったりとか、それが能力という風な認識がない部分でものすごくこの人集団の中で実はめっちゃなんていうのかな、すごいなっていう人がいるんだよねっていう風にこっそり思ってたっていう話ですね。だからもしかしたらこう自分って全然こう人にあの人たちに比べて容量も悪いし、こう同じ説明を受けても私だけなんかちょっとうまく理解できないしとか、ちょっとこう覚えるのが遅いとかとろいよなとか、とろくはないけどこう変なこと言っちゃうんだよなとか、いろいろコンプレックスとかね、なんていうのかな、分かりやすいこう評価にうまく引っかかるスキルを生まれつき持ってる人は分かりやすく優秀って認められやすいんですけども、その分かりやすい評価じゃないところで実はこう魔法のようにみんなの力を上げてる人がいるっていうことに結構助けられるよねっていう風になんとなく思い出したりとかしたよっていう、そういう話、なんでそういう話になったのかちょっとよくわかんないんですけど、そうそうだよねっていう話。今はね私はこう集団の会社員とかじゃなくて完全一匹狼でその一匹狼っていうのはさ、別にこうフリーランスですらないというかね、フリーランスだけどフリーランスって何かしら企業から仕事もらったりとか、こう一応人間と関わり合うじゃないですか。でも私は本当に一人オブ一人で働いてるので、なんかもうその集団とかね、この会社員とかそういうもう時のことって思い出としてしか話すことはできないんですけども、こうそういう人って実はこっそり尊敬してるんだよなっていうね、そういうことを思い出したりとかしましたね。ここ数日でのことでちょっとまた話めっちゃ変わるんですけど、もう全然話変わるんですけど、こう YouTube 見ててね、ショート動画とかってバチクソすごい数があるじゃないですか。最近ではね中国系のショート動画とかももうすごいですけども、ああいうのってもうほとんどね実際の人間じゃなくて AI で作ってるじゃないですか。だから演じてるのが俳優さんとかね、生身の人間じゃなくて全部、AI で作ってると思うんですけど、なんとなく AI っぽいなっていうのってこう見ててわかるんですけれども、でも1年2年前ぐらいよりもずっとそれがなんていうのかな、 AI っぽさが徐々に生身の人間にちょっと近づいてきたなっていうのは感じてるんでね、この先さらに1年2年3年と続いていったらそういう AI の人間とかもね、傍から見て区別がつかないレベルになってくるのかななんて思ったりとかしましたね。でなんかなんかのチャンネルで複数のチャンネルで見たんですけども、最近はこういう AI とかを完璧な AI とかだとやっぱりこう人の目から見てなんかちょっとっ
っていうのがあるので、実際に存在している俳優さんとかをベースにそこで AI で顔とかをねちょっとお借りしてやるっていうのがあるらしいんですね、中国とかだと。だからその俳優さんも自分の顔を使っていいよっていうことになって、で自分はもう演じてないんですけども、その自分の顔を使っていい著作権っていうのかな、わかんないけど、そういうのを売ってっていうのもあるらしいです。でもそれ本当に1年間で5万円とかそういう例言ってましたけれども、多分それはねその俳優さんのそのレベルによっても違うんでしょうけど、ああそういう風にもなってるんだ、おもろってちょっと思ったりとかしたんですけどもね。まあそれで言ったら日本とかでもね、あのまあこの AI でのドラマっていうの結構増えてるなとは思うんですけれども、どうなんだろう。でも日本で実際日本人が作ってるか分かんないですけどもね、まあ、その YouTube のその制作の国が日本っていう風に見れてても、実際はどこの国で作ってるか、まあ、分かんないですけどこの前なんとなくこうおすすめで上がってきたショート動画の中でって思って、なんか俳優さんの顔がねなんかこう既視感はあるけど、でもなんか違うの、誰これって思って、なんとなくポチって見てみたら、これ見たことあるあの俳優さんかな、でも違うよねっていうね。それが何かっていうと、こう見てるうちにちょっと分かったんですけど、そのショート動画、俳優の阿部寛さんと西島秀俊さんを足して2で割った顔だなっていうのが見てるうちに分かって、そうそう、これ勝手に多分やっててダメなやつだなって思ったんですけど、そうそう、なんかねそういう風にやっぱり完全な AI とかだとなんか AI でありそうな顔っていうので、AI 顔だなっていうのがあるから、やっぱりある程度生きてる人の特徴を、そのまま使ったらあれだから足して2で割っちゃったのかなとかそういうのを見てて、もう本当にAI 系の動画とかね無法地帯になってきてますよね。で実際にねこれ例えばこう、VTuber のそのがもうなんて言うんだろう、 AI がもうリアルに作れすぎちゃうから、実は VTuber っていうかこれ自分ですみたいな感じで AI で顔使ってやってる、もうずっとやってました、実物の人間だと思わせといてやっときましたみたいなね、そういうのも増えてるらしいので、なんかね、いよいよ何が本当で何が嘘かっていうの境目がね結構どん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 こうフェイク動画とかが当たり前に全部がフェイクになりすぎて、そのフェイク具合がすごいですよね。それがまたこうちょっとした、ドラマとかだったらまだいいですけども、いかにもありそうな時事ニュースとか、そういうちょっと学者系の偉い有識者っぽい人が言ってるとか、そういうチャンネルとかもちょっとなんかちょっと違う、やばみたいなね、実はみたいなのも結構増えてるっぽいので、やっぱりねこう騙されないようにしなきゃですよねそうそう、もうフェイクだらけが逆に全部フェイクだと一回疑ってみた方がいいんじゃないかなぐらいのね世の中になってきててウケるっていうかね。なんだったら最近はそういう動画なりなんかチャンネルなりにね、こうコメントってつくじゃないですか。そのコメントも実はボットが多いっていうのがねあったりとか、そういうのもあるらしいんでね。だからでも人って結構コメントに、特に日本人とかって左右されやすいじゃないですか。人の意見とか多数決に弱い民族じゃないですか、日本人って。だからなんか変なボットとかでいかにもなんかのコメントで正義感を振りかざしたやつとかでコメントとかそういうのが多くつくと、それを見たやっぱ人はね、やっぱこれって悪いことなんだよねとか、そうそうそうだよねとか、多分そういうのに結構誘導されやすいだろうなと思っ
で、結構コメントですらこうフェイクが混じってるし、そのコメントが多かったりとか、そのコメントにいいねがついてるとかもね、もう本当に信用ならないなっていう感じで、ちょっとちょっとおもろいなとも思っちゃってるんですよね。こんなにこう誘導とかフェイクとか洗脳とかが当たり前になってきたこの状況に、不謹慎なんですけど、ちょっとおもろいなみたいな国民大洗脳大会みたいになってきたなみたいななんか思っちゃったりとかしましたね。もともとね、人間は生まれた時から洗脳されながら生きてるっていうのはね、ずっと思ってたので、なんていうのかな、コンビニの商品一つとかね、そういう流行りとかね、そういうのにとっても、なんていうのかな、ちょっとした洗脳とか、あとこうやっぱね、ちょっと軽い洗脳されるのってちょっと気持ちよかったりするんですよね。そうそう、どうだろう、それ私だけかな。なのでちょっとそういう風に思いながら、うまく洗脳の波をサーフィンしていきたいなっていう風に思ったりとかしましたね。うん。いろいろ危ないことは増えてきてるなとは思いますね。変な広告とかそういうのとかでも、これなんかちょっとポチったら危ないなとか、あと期限がこうだからこうしないとなんとかになってしまいますとか、そういう脅迫めいたこう通知とかも、これ本当かなっていうのとかね、いろいろ増えて、ちょっと大変というか面倒くさい世の中になってきたなっていうふうには思ったりとかしますね。あと今後ね、この AI によってね、いろいろ仕事がなくなるみたいなねことってもうだいぶ前から言われてることですけども、正直ね、ちょっとメンタルを若干病んで、ちょっと人生をお休みしたいけど、お休みするだけでお金がどんどんなくなってしまうっていうね、ちょっとそういう不安とか恐怖の中で人生をお休みした私としては、なんだったらもう一回 AI に全部仕事を奪われて、下級国民はベーシックインカムで他の権利は全然ないけど、とりあえず飯食って部屋の中で寝泊まりできるぐらいな最低限のものだけ払ってやるよっていうね、そういうこうある意味ディストピアとも言えるし、人によってはもしかしたらユートピアかもみたいなね、もううつ病とかになってる人は逆にユートピアかもねそういうのになってももういいんじゃないかなっていうふうに、ね、思ったりしてね、この少子化が進んでる日本とね、AI に仕事を持ってかれるっていうのは、もしかしたら相性いいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかして、で同時にね、こう仕事がなくなっちゃって仕事がないっていう人とかはね、とりあえず自給自足できる畑を耕すとか狩猟をするとか、そういうのができる仕組みになってたらいいなって思うんですよね。金は稼げないけども、とりあえずこうなんて言うんだろう、屋根があって寝れる空間とベッドとかねが確保できれば、あとはこの畑とかを耕したりとか、農業とかね、そうそう、あとは獣を狩猟して取って、であとは加工するとかね、そういうのを加工ぐらいだったらくらいっていうかね、しますとかね、そういうのはね、そういう感じになればいいんじゃないかなと思ってAI で仕事なくなっちゃいましたみたいな、無職ですみたいな、仕事頑張って探しても得られないんですっていう人には、とりあえず寝るところとかねは簡単な最低限のものは保証するので、
ちょっと暇な時間で日本の畑耕しといてくださいみたいな、お金ないんだったら何パーセントか自給自足できるようにしといてくださいとかねしとくとね、こう数字には上がってこない食料自給率が自然に上がるしそういう感じで原始的に生きる人と逆にすごいこう逆にすごい人すごい大金持ちになってそっちで生きる人の超二極化になってもいいんじゃないかなみたいに思ったりとかしましたね。そうそう、私はねやっぱりこう会社員を辞めて本当に完全寝てるだけっていう生活になった時に、やっぱりこう生きてるだけでお金がすごい減ってしまうっていうこの状況に、人生なかなかあのね精神を壊した人がいたとしてもなかなか休めないなっていうのがね、ちょっと辛いとこだなって思いましたねだって家賃払ってね、社会保険料払って税金払って電気代払ってとかね、こういろいろ食費払ってとかね、そういうのをしなければならないので、もう生きてるだけで何百万と貯金が減っていって、貯金が尽きた時が命の尽きるところだけどしょうがないなっていう風にちょっと覚悟した部分はあったんですけどそうそう、だけどこのなんかね、こうメンタルのあれとか、体のフィジカルの方の怪我もありますけれども、そういうのでちょっと働けなくなった人も人生お休みできるような、そういうところが、畑仕事ぐらいならできますとかねそうそう、なんか家賃はある程度こう雑魚寝でもいいんでずっと寝てられる、ちょっと人生を1年ぐらいずっと寝て休んでられる、そういうところがあったらいいなって思ったりとかしましたね。ちょっとうまく言えないんですけど、ちょっと言葉足らずでちょっと語弊があったかもしれないですけど、そんなことを思ったりしたっていうかそうだよなって思ったっていう話で、なんだかんだでまたちょっと結構長らく喋ってしまったんで、ちょっと本当はねもっと違うこと喋りたかったんだけど、ちょっと長くなっちゃったからここで終わりにしようかなっていうことで、それではまた。